初めましての方もこんばんは。足にいつの間にか大きいあざができたと焦って眠れない男ゆちです。皆さんは朝寝ぼけて足をぶつけたことありますか？俺もその勢いで、そういえば朝って思って風呂に入るとき膝にあるそのあざの大きさを見て轟きました。でも轟いただけで実はあざじゃなくて塗料をこぼした後だったんですけどね。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。そして今回はこの動画で初めてのプロモーションがあります。プロモーションの内容は塗装用の道具なので塗装前にご紹介していこうと思います。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはアルカナディアのベルルッタです。来ましたね。わからす体系の小悪魔。それにしてもこのアルカナディアシリーズの箱のデザインとても素晴らしい。こんなんじゃ箱捨てられねえよ。そんなことはさておき、早速説明書とニッパーを取り出し作っていきましょう。組み上げるとこんな感じ。素晴らしいロリボディ。この前のルミティアとは違い、今回はお腹周りに力を入れてきましたね。むちゃくちゃお腹周りがムチムチでたまらん。そして腕や足が左右非対称なのもおしゃれ。さてそんなおしゃれ装備をどう動くのかを見ていきましょう。首はボールジョイントなので回したりひねったりすることができます。サイドヘアはボールジョイントなので微調整が可能。肩はボールジョイントと関節で大きく可動。さらに肩は引き出し関節になっているため前に腕を持っていくことが容易に可能。そしていつも通り二の腕はロールで可動。おしゃれな方の肘は他のビプラより少し可動域が狭めです。もう一つの腕の方はしっかり可動。腰はしっかり前後に可動。さらにしっかり左右にひねれます。腰アーマーは上下に可動。股関節はしっかり上下に引き出しが可能。腰アーマーはあまり邪魔にならないためこのようにしっかり股は広げられます。さらに太ももの根元はロール可動。膝は安定の二重関節。足首の飾りは根元でロール可動。さらに翼の方もロール可動。足首は根元で可動。そしてひねれます。さらにつま先も少し動かせます。背中の羽は根元で2箇所ロール可動可能。腰の尻尾は根元に関節が1つありさらにロールで可動。さらに根元の他に2箇所でロール可動ができるので形の自由度が増しています。武器は傘状になっていて根元はそれぞれ関節が仕込まれています。素晴らしい。申し分のない可動域だ。さらにこの分からされちゃうみたいな感じの顔がたまりませんね。そんな表情パーツやら交換パーツをここからは見ていきましょう。顔は全部で4種類。頭の飾りは全部で2種類。そして足は右足だけ2種類。腕は左腕が全部で3種類。手は全部で5種類。そして追加の羽が左右2枚ずつ。それぞれの追加装備をベルルッタに装備させたのがこんな感じ。ちょっと威厳が出た小悪魔って感じになりましたね。くっそ生意気そうな言葉を言って次の瞬間分からされて涙目になっているのが容易に想像できるぜ。そんな小悪魔な感じがしますがせっかくなので追加装備の可動域も見ていきましょう。さらにごつくなった左腕の可動域はごつくなる前とあまり変わりません。ただ二の腕についたアーマーが少し可動域の邪魔をします。スカート裏についたアーマーは傘についていた関節もそっくりそのままついているのでしっかり可動。ただし足を広げる際は少し邪魔になります。強そうな右足はしっかり二重関節で可動。足首の走行は上下に可動。横についている羽は根元でロール可動。足首は根元でしっかり上下に可動。さらにつま先も可動。羽はそれぞれの羽の根元でロール可動。さらに束ねた関節の接続部でロール可動します。そして色々取れてスリムになった武器がこんな感じ。先端のトゲトゲだけが残ります。この先端のトゲトゲやたら手に刺さる。これから作る人は注意してほしいぜ。ざっくり可動域やパーツを見てきましたが今回も素晴らしいキットに仕上がっていますね。今回のプラモで気になる点はと聞かれたら特にはないです。唯一挙げるのなら塗装済みパーツが多いことです。パーツ分割がされていないところが結構多かったので
塗装をする人は覚悟を決めてほしいぜ。さて、俺なりのレビューは以上。今日はこのベルルッタにちょっと小物を足したりして小悪魔サンタ風に仕上げていくぜ。それでは下処理の方行くぜ。まずは合わせ目処理から。消したい合わせ目の部分にミスターセメント SP を流し込み、両サイドをギュッと押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリ600番から1000番で表面を慣らしていきます。そして太ももの巻いてある何かは1個ずつミスターセメント SP でくっつけ、内面のダボ軸をリューターで削ります。ただ最初と終わりにあるこの軸だけは少しだけ残しておいて、はめた時位置がずれないようにしていく。これにより後はめができ、後で塗り分けがめんどくさくならなくなる。逆に使わなくなった太もものダボ穴はちょっとした時にずれて見えたりするので、タミヤエポキシ造形パテを使って穴を埋めておきます。そして合わせ目がうまくいかなかった部分にはタミヤポリエステルパテを使い段差を埋めていくぜ。そしてよく乾燥させたらヤスリで表面を整えます。さらに尻の小さいリボンがつく部分もポリエステルパテで埋めていくぜ。そして女神デバイスで余っているリボンを穴を大きくさせ尻尾と取り付けられるようにします。これでちょっとしたプチ改造の完成。リボンをなくしたからこんなプチ改造をやっているんですけどね。最後にサンタ帽だ。サンタ帽は作るのがめんどくさそうなので、このサンタさんのおうちセットからなんとか引き当てるぜ。なんとか引き当てたサンタ帽がこんな感じ。これであとは塗装して被せれば完璧だ。これで大体の下処理は終了。一度塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら、塗装行く前に今回はプロモーションだぜ。そして今回はこの YourLife さんのバッテリー交換式エアブラシセットで塗装していきます。そう、これは僕の初めての案件です。ちなみにこのエアブラシは充電式なのですが、充電式を使うのはこれが初めて。噂に聞く充電式がどれほどのものなのか。さあ早速この高級感ある箱から中身を取り出して見ていきましょう。取り出した中身はこんな感じ。替えの電池、掃除用具、2種類のカップにエアホース、そして本体のコンプレッサーとエアブラシです。使う前の準備はコンプレッサーにエアブラシとカップを取り付け、そしてスイッチを押すだけ。あとはレバーを引けば塗装ができるってわけだ。さらにこのコンプレッサー、圧力感知式スイッチが搭載されているため、レバーを引かない限りコンプレッサーが稼働しないようになっている。さらに電池が重いから手が疲れるなんて時にこのホースを取り付けても圧力感知はちゃんと作動し、レバーを引く時以外はコンプレッサーは動作しない。さらにこのコンプレッサー、他のエアブラシとも互換性があり、この俺のすごく汚くなっているエアブラシからガンダムマーカーのブラシまで付けることが可能。そしてなんといっても充電式は場所を選ばない。塗装ブースがない人でもベランダまでこのエアブラシセットを持っていけば塗装が可能になる。そしてさらにもし電池が切れてしまったら、もう一つ付属している電池と交換することにより長期作業が可能になる。充電式は長期作業ができないためあまり手を出さなかったのだが、電池がちゃんと2個あり、さらにトリガーを引く時にしかエアが出ないなんて、俺が今使っているコンプレッサーより性能がいいじゃないか。というわけで今回はこの YourLife さんのバッテリー交換式エアブラシセットで塗装していくぜ。このエアブラシが気になった方は概要欄に Amazon リンクを貼ったので、ぜひチェックしてみてくれよな。それでは改めて塗装の方行くぜ。まずはボーンペイントのシャドウプライマーを使って全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。そして次に副パーツなどにはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使って灰色に染め上げます。武器パーツはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗ります。そして肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクを使いピンク色に塗ります。さらに肌パーツにはフレームアームズがあるからブラウンフレッシュを下地にし、クリアベールブラウンで褐色の色味を調整します。髪の毛にはサンシャインイエロー、コーラルオレンジ、ピュアホワイトを調色し黄色く塗ります。
よく乾燥させたらピュアホワイトでハイライトをつけ、下地の黄色とハイライトのピュアホワイトをコーティングするためにクリアを一度塗ります。そしてよく乾燥させたらコーラルオレンジを強めにし、陰影を描いていきます。ざっくり陰影を塗ったのがこんな感じ。陰影を塗りすぎて何とも言えない感じになってしまうので、100均のキャンドゥで買ってきたメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった陰影をこすり取っていきます。だがこの時こすりすぎると下地の塗装やハイライトまでこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。そしてこすり取った髪の毛がこんな感じ。陰影がはっきりしていい感じの髪の毛になる。さあ続いては羽。羽はまず風青で下地を作り、ローズディープレッド、風青、そしてピュアブラックで調色した黒紫色を少し根元に塗ります。そしてその上に GX クリアパープルを全体に塗ります。全体が程よく紫色になったら、仕上げに純色シアンを根元に塗ります。これであとはよく乾燥させたらマスキングテープで羽の内側をマスキングし、最初の方に塗った黒紫色を尻尾などと一緒に塗っていきます。そしてマスキングを剥がした羽がこんな感じ。悪魔っぽいいい感じの仕上がりになったぜ。そして服パーツなどにはクリムゾンレッドにローズディープレッドと風青を少し足し赤く染め上げます。白パーツにはピュアホワイトに風青を少し足して塗ります。メタリックパーツなどには一部シルバーに塗り、その上に蛍光ブルーグリーンを塗り、ワンポイントカラーの緑色をつけます。その他はパールカッパーで金色に染め上げます。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずはファレフォのブロンスブライトを使い、この服の模様を塗っていきます。塗ったやつがこんな感じ。なかなかに細かい模様だったので、結構苦行でした。そして手もこの勢いで塗っていきます。次に口元だ。口元にはエナメル塗料のホワイトとレッドを使い、ピンク色に染め上げます。口元が塗れたらデカール、付属のフェイスデカールを貼っていきます。そしてさらにこのリリスの陰紋デカールを使ってお腹周りにこの陰紋デカールを貼っていきます。さらにデカールが貼り終わったらチーク。ほっぺたに100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。そして最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜ、全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。少し早いですが、小悪魔によるメリークリスマス。
いかがだったでしょうか、今回のベルルッタクリスマス仕様は。小悪魔って言ったら褐色ですよね。もう思わず褐色にしてしまったのですが、褐色にしたため、僕にはもう街角魔族のご先祖にしか見えねえっす。ご先祖像作ればよかったな、なんていう後悔があります。そして今回企業案件としていただいたこのエアブラシ、しっかり長時間作業ができておりました。たまに充電し忘れをして、ってなってしまった時は、朝食やマスキングやらしてると、あっちゅう間に充電が完了しておりました。据え置きのコンプレッサーはお値段も張るし場所も取る。だがこの充電式はそこまで場所も取らず、お値段も据え置きよりは安い。値段や置く場所を気にしていて、塗装を始めたいけどどうしようかなって悩んでるそこのあなたにはおすすめだ。しつこいようだが下に Amazon リンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてくれ。さて今回の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱いグッドボタン、熱いコメント待っているぜ。さて今回のベルルッタクリスマス仕様も完璧にいったな。何を勘違いしているのかな。まだ僕たちのターンは終わっちゃいないよ。相棒、サンタさんのおうちセットの箱の中身の種類は全部で8種類。僕らは2個しか買えなかったからね。もしサンタ帽が当たらなかった時のセカンドプランを用意しといたんだ。セカンドプランだと僕のターンドロー。これはフィギュア用のサンタ衣装、そしてさらに融合のカードを発動。ベルルッタとちっちゃなサンタ服を融合。なかなか可愛く決まったぜ。だが俺からすればまだ地味すぎるってもんだぜ。このサンタ服にももっとシルバー巻くとかさ。そんな感じでまたこういう衣装服を使っていきたいと思うぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。